はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。3月はとっても星が大きく動くので、星の動きの説明が長くなると思ったので、その動画は別にしてますので、まだそちらご覧になってない方はぜひそちらご覧になってからこの動画に戻ってきてください。よろしくお願いします。なんか全体の話って自分に関係ないのかなと思いがちですが、実はとても関係があるので、皆さん見ていただけたら嬉しいです。では行きます。はい、じゃあよろしくお願いします。一緒に見てみましょう。ワンドの4逆、マジシャン、そしてワンド10、ワンドエース、ソード8、ラバーズ逆、ワンド8、勢いありますね。気をつけることは大作が死神とペンタクルスのキング逆と、オラクルははい、ソードの7の逆です。なるほど。その全体のところでも言いましたし、前回の動画でもお話したかもしれませんが、今とてもやはり優しいエネルギーが入ってきているので、特に人間関係に関しては乙女座の皆さんはなんか今いい感じだなっていう感じがします。誰かとの関係が非常にうまくいっている、穏やかであるとか、自分が誰かに対してかけてきたエネルギーっていうのがちゃんと報われているとか、こう人から優しさを受け取るってこともあると思うんですね。とてもいいですね、これね。そして、その3月の2日から起こるであろう逆行の話、金星が逆行するんですけども、これおそらくですが、乙女座の皆さんにとっては現実的なこうお金っていうよりは、例えばもし投資をされてるとか、こう何かお金を温めていた方にとっては、そのリターンっていうものが予測できないとかですね、こう例えば何かが満期になってそれを引き出そうと思ってもなかなか何かの手違いでなかなか引き出すのが遅れちゃったとか、そんな感じだと思います。借り入れしようと思ったけど何かの書類が足りなくてまたちょっと遅くなったとか、そういう類の感じですね。なので、事前に準備できることはしっかりしていただいて、あとはなんかこう自分ができることをやった後はもう流れに任せるしかないっていうような感じだと思います。でおそらくそういったことがお金のことだけじゃなくて、人間関係やお仕事に関しても自分ができることは精一杯やりました、あとはもうどうなるのかは分かりませんみたいな流れがどうなるのかは分かりません、あとはもう結果を待つだけですっていうような感覚で、その結果っていうものがなんだかちょっとあやふやでつかめないなとか、こう保証が見えないなっていう程度の流れなんだと思います。実際は今もっともっと大きな、エネルギーとしてやはり社会運がある時で自分が生かされる、こう乙女座の皆さんが生かされやすい環境が作られていってるところなので、その中で多少の入れ違いやスケジュール変更があったとしてもそこまで何か大きな問題ではないと思います。そして3月14日の月食っていうのが乙女座で起こるんですね。ですので乙女座の皆さんっていうのは何ていうのかな、この月食日食が起こる時っていうのは本当に水面下で何かがこう動かされるみたいな感じがあり、でましてやそれが乙女座で起こる月食ってなると、自分の中の何かが反応して何かを変えなければならないとか、このままじゃダメなんだっていうような気持ちになったりしやすいんじゃないかなと思ったんです。それはカードも見てもそう思うんですけれどもね。なのでそこをちょっと注意しながら見ていきたいと思います。まずはやっぱり入り口はワンドの4の逆なんですけれども、でも非常に人間関係いいなっていう形ですし、穏やかな落ち着いた関係があると思います。そして現状のところもワンドのエースなので、とても自分のエネルギーというものを過大評価もせず過小評価もせず、自分ができる心地いい範囲で何かをやろうとしているということでマジシャンも出てますし、ここまで努力したものを生かして何かをやっていきたいっていう感じが非常にうまく現れてますし、とてもうまくいきそうな流れがあるなっていうふうに思いますよ。要するにさっき言ったみたいにもう十分自分は準備をしたんだとか、これまでやってきたんだ、あとはもうどうなるか任せるしかないみたいな感じかもしれませんね。この過去に頑張ったことっていうのはめちゃくちゃ生かされてる感じがします。なんだかね、こう社会運が開かれてますし、未来の扉が今開かれてるって感じがすごいするんですよね。だからこそそれを信じてやったことっていうのはすぐに結果は出なくてもきちんとそれはエネルギーとして積み立てられているので大丈夫ですっていう感じです。ただここから先どうですかって言った時に、やはりここでソードの8っていうのが出ているので、何かやはり
こうなんていうのかな、自分はもう何もできないみたいな、これ以上は何もできないみたいな感覚があるのかもしれませんね。もう何もしなくていいんですっていう感じがしますよ。これ以上は何もしなくていいんです、ここまでもう十分にやったからみたいな。前回も結構今のままでいいですよみたいなね、もっと自負して大丈夫ですよっていうメッセージでしたけれども、今回もそんな感じがします。やっぱりね、相対的に見てやっぱりオラクルがソードの7の逆なんですよね。でこのソードの7っていうのはちょっと不思議なカードで、こう自分はなんかこれのために何かをやるんです、この自分の正義のために、世の中の正義を守るために自分はこれをしますって言いながら、実はその思いっていうのは世の中がそう求めてるからそうするけど、自分の本当の思いじゃないんだよねっていうことを自分の中にある、要するになんかちょっと矛盾があるみたいな感じがあるんですよね。だからこそ自分で全て判断するのではなく、ぜひ第三者の意見を聞いてみてくださいとか、今のこの状況どう思いますかっていうのを別の方にちょっと客観的アドバイスっていうのをもらってみたら、やっぱりそうですよねっていうことで腑に落ちる。自分の中ではなんか相手のためにやってるっていうことを大前提として、少し自分の思いとは違うことをやってるかもしれないなっていうところがあるので、そこの調整だけなんですよね。その調整だけなので、おそらくもう自分ができることはここまでやったし、これから特に何もしなくていいんですけれども、なんだか少し自分で自分を縛ってるような感覚があるんですね。でそれがなぜなのかなって思ったら、おそらく他者とか環境に向けての行動と自分が本当にやりたい行動っていうのがちょっとだけ矛盾してるから、自分がやりたいことっていうのをこれ以上膨らませないでおこうっていう形で自分を縛ってるのかなって思ったんです。でも他人は責めてないんですよね、全然。なのでもっと自分を許して大丈夫だよっていうふうに思ったんです。そしてここからですね、ラバーズというカードが出てまして、これも大アルカナで、何か初めてのこと、初めてのワクワクすることに携わっていきますよっていうカードが出ていて、これはちょっと未経験だからこそ迷うっていうのがあるんですね。なのでおそらくもうなんだか本当にこう全体の流れっていうのがもう進むような流れになってるんですよね。流れるプールが流れているみたいな、そんな感じなので、もう自然と流れていくんですけれども、その流れに要するに自分の思いっていうものを入れていいんだろうかとか、そんな迷いがあるんですよね。他者に合わせたり、会社の要望を聞いたりとかね、他者に合わせて何かをするっていうのは十分できるけれども、自分の要求とか要望とか感性とかっていうものを入れていくことにちょっとした戸惑いがあり、でもそれやってみたいっていう思いがあり、でもどうしようかなっていう迷いがちょっとあるっていうふうに出ています。だけどもう流れが止められないんですっていう感じがあって、これはもう本当に勢いに乗っちゃってくださいっていう感じなんですね。自分の意思で動かすのではなく、もう流れが来てますから乗ってくださいみたいな、そんな感じなんです。ということは、自分ではダメだと、まだまだこんな自分はダメなんだと思ってるかもしれないけど、もう周りの人からも必要に駆られてこう持ってかれるみたいな、押されての流れていくみたいな、そんな感じがあるので、例えばですけど、なんか SNS 関係のお仕事とか、この YouTube とかもそうですけどね、自分ではこんなんじゃダメだって思ってても、他者からしたらそれすごい必要とされてるから動画出したらどうですかとか、こんなことしたらどうですかとかって言ってやってみたらめちゃくちゃ良かったですみたいな、そんな感じなんです。でもやり方も自分では分からないし、これが本当に必要とされるのかどうかなんて分からないみたいな感じなんですよね。今の例え話ですけど、それをご自身のね状況に合わせて置き換えて考えてみてくださいね。対策として言われているのが、これまで自分が培ってきたやり方っていうのは十分育っていますと。だからそのやり方は十分いかようにでも自分の手腕で変えて生かして使っていけますよっていうふうに言われているのと、もう一つやはり何かここで死神が出ているということは、何か一つの時代が終わるんですよっていうことなので、特に3月っていうのはね、そういう何かを終えて新しくいくよって言った時に何を終えますかっていうのが非常にテーマなので、乙女座の皆さんにとっても自分で何を終えて何を選択していきたいかっていう選択権が自分にあると思ってやってみてください。その時のヒントだと思うんですよね。さっき言った、いやすでにここまでやってきた技術や体験によっていくらでも自分でやっていけるんだよっていうメッセージだったり、自分主体でいくってなった時に急になんか心もとない感じになるけれども、それでいいんですよって、好きなようにやっていいんですよっていうふうに言われてるなって思いました。
どうですかね皆さん、なんか通じますかね。ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。だって何かが生まれようとしてる感じがするんですもん乙女座さんの中から。でもそれを自分で縛ってるんだけど、もうなんか周りから押されていくみたいな、そしてもう勝手に飛んでいくっていう感じがあるので、流れが来てますよね。お仕事、また出ましたね。ワンドの10、そしてカップクイーン、そして、ワンドクイーンの逆ですね。お仕事っていうふうに思うと、やっぱりこう役割というかね、自分が担っている責任っていうふうに考えると、ものすごく頑張らなければならない、仕事にするにはここまでやらなければならないとか、なんだかその責任っていうものがドーンと乗っかってきて、これ以上無理したくないんです、だからもう仕事したくないんですみたいな、そんな感じがするんですね。お仕事のやり方ももしかしたらご自身がめちゃくちゃ無理をして頑張ってやるというやり方を終えて、違うやり方で自分の、ここでワンドのクイーンとカップのクイーンというのが出ていて、クイーンっていうのはこういろいろ自分の中でいろんなものをこう統合させて何かね形にできるっていう才能がある人たちなんですけど、それが今までの経験も使えるし、自分の感性も使えるんだよっていうふうに言われてると思ったんです。なのでもしかしたら仕事のやり方を今までのような段取りを組まずにやっていくってことがあるかもしれませんね。今まではこうしてああしてこうしてああしてこうしなければできなかったけれども、それをちょっとすっ飛ばしてこんな風にできますみたいなのもあるかもしれません。それをうまく使いこなせると思いますよ、乙女座の皆さんは。ちょっと人間関係見てみますね。はい、バンド8、また出ました。ソードエース、ワンドのキングですね。ワンド8また出ましたので、やっぱりこのワンドの8が出る時っていうのは、ここにはこう人物が描かれてないんですよね。要するに自分が何とかするっていうことでなく、運勢とか運気とか周りの人とかそういうものがどんどん飛んでいくよっていうことで、どんどん飛ばされていくっていうのかな、遠くに行く可能性が飛躍するとか、こう拡大するとか、なんかそんな感じのエネルギーなので、やはり人間関係、今ちょうどね3月前半って人間関係とか契約とか人との関係性もいい時なので、もしかしたら何かが急激に発展するかもしれませんね。誰か特定の人との関係が一気に進むっていうこともありますし、もう出会ってすぐに恋に落ちるとかね、出会ってすぐにめちゃくちゃ意気投合してあんなことやりましょうって言ってコラボが成立するとかっていうこともありますし、自分がおじけづかずに攻めていってねみたいな感じもあります。ソードのエースっていうのは自分の情報とか知恵を使って切り開いていけるよっていうメッセージでもありますし、ワンドのキングっていうのももう十分やっていけますからっていうふうに言われているので、これお仕事でもそうなんですけど、人間関係っていうふうに言われていてもとってもいいです。だから仕事人間関係って今分けて見てますが、どちらも融合できます。人間が人と人つながりとして関わったけどこれは仕事になりましたもあるし、仕事として関わったものがプライベートな関係性にもつながりましたっていうのもあるし、なのでとってもなんか今回総合的に見て、やっぱりこの3月14日の月食っていうのが、特に乙女座の皆さんにとっては自分と他者っていうものがものすごく際立ってるんですね。で他者との関係全然悪くないですって言われているんですけれども、これまでの癖として乙女座さんはおそらく他者に合わせた行動をする、おもてなしが得意だったりとか気遣い得意な方多いと思うので、他者を気遣って何かをするとか、この状況に合わせて自分がその合った方向に身を任せるみたいな感じだったと思うんですけど、ちょっと何かが自分主体に変わろうとしてるっていう感じがするんですよね。なので3月14日あたりってそういった学び気づきっていうものが起きやすいと思うので、ぜひこれってどういうことかなっていうね、ちょっと起きてる出来事に翻弄されるのではなく、今こういうことが起きてるっていうことは、もしかして私が主導権を握ってやった方がいいのかなとか、なんかそんな感じで進めていくと非常にいい、なんかスムーズに流れていくなっていう感じがしました。どうですか？皆さんが今考えてらっしゃるその何か希望だったりとか新しく始めたいことっていうのと、それと自分と他者っていうものをの力学みたいなものを考えた時にどんな風にね作っていくか、またヒントになれば嬉しいです。もしこれでなんか通じましたよっていう方、ぜひいいねボタンやコメントで教えてください。
最後にもう一枚引いてみますね。はい、プロスペリティということで、すごい豊かさが入ってくるっていう感じですよね。アバンダンス、サクセス。このカードを見てご自身がこれから自分はこういう道を行くのかなっていうふうに何かイメージできたら、そのイメージもね温めておいてくださいね。はい、ということでここまでにしておきます。すごい良さそうな感じなので、ぜひあんまり自分を責めずにね、自分の感性を信じて進んでいってください。ということで次回また準備でき次第アップしていきたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。